静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院教育学領域社会科教育系列の黒川みどり先生をご紹介します。研究分野は人文学、史学、日本史、哲学、思想史としており、現在の研究テーマは近代日本の中国認識、日本近代思想史、近代日本のマイノリティです。私は教育学領域の社会科教育系列に所属しています黒川みどりです。私は文学部の日本史学専攻を卒業し、日本近現代史を専門にしています。本学には1996年に赴任し、教育学部で社会科の教員を目指す学生たちに日本近現代史の授業を行っています。また、2012年に愛知教育大学と共同で立ち上げた教科開発学専攻という博士課程の大学院で研究指導をしております。今日は私の日本近現代史研究と教育活動というテーマでお話をさせていただきます。私の研究の柱の一つは、近代部落史研究です。江戸時代の先民身分に縁源を持つ被差別部落に何故に明治維新以後現在に至るまで差別を受けてきたのかを日本近代社会が抱える問題を見据えながら明らかにすると同時に、人種主義、レイシズムという視点からも部落問題を捉え返してきました。私が属しています人文社会科学系の研究領域では著作という形で社会還元を行っていますので、以下これまでに私が出版してきました本の主なものをご紹介しながら自分の研究についてお話ししたいと思います。私の部落史研究の出発点は学部の卒業論文で三重県という地域をフィールドに水平運動史について取り組んだものでした。その中の一部である被差別部落における米騒動についてさらに調査を行い、その成果を米騒動70周年の年1988年に3人の共著として出しました米騒動と被差別部落という本に発表しました。これが私の最初の本です。その後対象を全国に広げて研究を進め、それを以下と同化の間と題して1999年に出版しました。これが私の博士論文であり、私の短著として最初のものです。2003年には学部の卒業論文をもとに地域史の中の部落問題、近代三重の場合を世に問いました。さらにそれを一般読者に向けリライトしたものが部落差別と解放の歩みです。先にご紹介しました以下と同化の間をもとに他のマイノリティの問題にも言及しながら分かりやすく論じたのが作り変えられる印という本です。身分という境界が取り払われた後に差別をする側が作り出し作り変えていく境界を表題になっている言葉で表現いたしました。一方、それらの研究書を元にしながら部落問題を主題とした映画作品島崎藤村原作の破壊や住井末原作の橋のない川などを対象に据えて戦後の部落問題のありようを分析した研究もやってきました。それが2011年に出版しました描かれた被差別部落です。私は研究テーマが部落差別という現実と密接に関わる問題であることもあり、純然たる研究書のみならず、いわゆる啓蒙のための著作も書いてきました。解放令後もなぜ今に至るまで部落問題が存在してきたのかを広く理解してもらうために、平凡写真書近代部落史も書きました。水平社伝説からの解放、これは既存の部落解放運動思想を打ち破ろうと考え、部落史研究の仲間と座談会を行い、それを記録に留めるなどの方法を駆使しながらまとめた本です。大阪教育大学教員であり、今は個人となられた中尾健二さんと一緒に人物を通して
部落問題をはじめとするマイノリティの問題を語るという試みもしました。東京の大学で人権への視座というオムニバス授業を担当していた時に、その担当者で授業をもとにした人権問題とは何かという本も世に問いました。大学院の先輩である藤野豊さんと2人で岩波現代全書のシリーズで差別の日本近現代史と題して明治維新から現在までの差別史の通史を書くという挑戦もしました。同じく藤野さんと共に編者を務め、長らく東京で続けていました近代部落史研究会のメンバーとの論集を刊行しました。近現代部落史です。また部落問題をはじめ、沖縄在日朝鮮韓国人、ハンセン病、ジェンダーなどの多様なマイノリティを対象に据える研究者たちの交流も図り、大阪や東京で数年単位で共同研究を行ったりしながら、その成果をいくつか世に問ってきました。私の研究のもう一つの柱は日本近現代思想史です。最初に手がけたのは大山郁夫という知識人です。彼は民本主義を説いたことで知られる吉野作造と並ぶ大正デモクラットとして出発し、その後労働農民党という無産政党運動の指導者となり、15年間のアメリカ亡命を経て戦後は平和運動に転身しました。近年は近代日本を代表する思想家であり知識人であります丸山正夫の思想史研究に取り組んでいます。日本現代思想史研究会という研究会が30年近く行われており、その研究会での成果の一端をまとめたものが戦後知識人と民衆観と題する論文集です。私はその中に丸山正夫論の第一弾を発表しています。また私は本学教育学部の教員である中国史研究者の山田聡さんと他大学の研究会の仲間と共に近現代のアジア認識を問う研究会を行っており、内藤湖南という明治から昭和初期にかけて活躍した中国研究者についての共同研究を内藤湖南とアジア認識と題して世に問うてきました。一連の研究成果を生かして地域社会との連携の努力も行ってきました。自治体史の編纂にも参加してきました。私の研究のフィールドでありました三重県の四日市、桑名市、松阪市をはじめ千葉県市、静岡県の浜岡町市の編纂にも加わってきました。岩波講座日本歴史や岩波講座アジア太平洋戦争などの広く教員、学生などを対象とした講座シリーズに執筆してきました。日本歴史の方は近現代3巻に改造の時代と題して大正デモクラシーについて論じました。アジア太平洋戦争では戦時下の地域、疎開、配給について書きました。またもう一つは教科書の執筆です。私は実況出版の高校教科書日本史 A、日本史 B の執筆を行っています。私は本学で日本史概論に近現代史などの講義のほか、学部3年生から大学院までの学生院生の指導を行っています。卒業生たちの多くは小中学校、高校の教員ですが、中には自治体や企業などで活躍している人もいます。学部のゼミは日本近現代史を志す学生たち1学年数名の構成員で行っており、毎週研究文献や資料文献を読んでディスカッションをしています。毎夏春にはゼミ合宿または研修旅行を行ってきました。アジア認識を深めるためにゼミで中国上海や韓国に出かけたこともあります。そうした勉強の中から3年生の夏休み明けぐらいに自分の研究テーマを見つけ、
卒業時には400字100枚程度の卒業論文を仕上げています。研究テーマは地域から思想史、政治史など時代も明治から現代まで多様ですが、2013年度の卒業生で現在小学校教員をしている永井咲さんの卒論が宝塚懐かしさでつながる少女たちというタイトルの本になりました。2015年3月、平凡社から出版されました。学部の卒業論文がすぐに本になるというのはめったにないことですが、1913年に宝塚歌劇団が創立されてから1920年代までの宝塚の機関誌歌劇を丁寧に読み解くことで成し得たものです。このように地道な努力を行うことでゼミ活動の中でも十分に学問の第一歩を踏み出していけるのだと思います。大学の4年間を実り豊かなものにするために、せっかく大学という最高学府で学ぶのですから、知的好奇心を持って新書、文庫などをたくさん手に取って読み、またそれにとどまらず研究書を読んで学問という場に足を踏み入れてほしいと願っています。一人一人がそうした学識を身につけて社会に向き合っていくことが学生生活を意義あるものにするばかりでなく、より良い社会を築いていくことにつながっていくのだと思います。高い志を持った皆さんとの出会いを期待しています。